こんにちは。今回は現役時計師ニッチが時計修理をするときにマジで買ってよかった時計修理工具5つをご紹介します。時計いじりを始めた方はどんな工具を使ったらいいか悩ましいと思いますし、参考にしてね。紹介アイテムは動画下のところにタグ付けしてあるので、こちらもチェックしてみてね。ニッチ。まず1つ目は、宝山の先細ピンセット P656。時計パーツはとても小さいです。そういったパーツの狙った位置をつかむには先細ピンセットが最適です。例えばネジはこの首根っこをつかむと安定して持てますが、時計のネジは全長1ミリもないものもあります。でもこの P656 だとつかめないものはないと自信を持って言えるくらいで、極小パーツをつかむときにはこれを使います。あと例えばルビーの受け石。これって結構薄くて普通サイズのピンセットだとつかむのが大変なのですが、 P656 だとこの通り簡単です。買ったそのまま使ってもいいですが、ニッチは磨きます。まず耐水ペーパーの番手の小さいものから大きいものへと順に磨いていきます。最後に 3A パールだとかダイヤモンドペーストで仕上げ磨きをして完了です。磨き上げると表面に凹凸がなくなるので、パーツを掴んでも傷をつけにくくなります。ただしその分ツルツルしているので掴むにはコツがいります。より繊細な力加減が必要なので、使いこなすには慣れが必要です。2つ目もピンセットですが、こちらは宝山の ESD チップピンセットの P641S と P643S です。このピンセットの良いところは5つあって、まずピークというエンジニアリングプラスチックを使っていて非磁性、そして普通のプラスチックより強さがある、そして先端を削ったり磨いたりして加工ができるところです。導電性もないのでボタン電池もこの通りショートせずにつかめます。買い先も別売りされているので、万一折れてしまっても交換できるということで、お値段も安いし使い勝手抜群です。あと P643S についてはこの見た目で実は小さくて薄いパーツをつかめます。例えばこのようにピンセットを縦持ちして、ほらこの通りルビーの受け石もつかめます。ただし注意点としては先端が折れるので、力をかける外装作業には使わないこと。あくまで内装作業用です。P641S は繊細で傷をつけないようにパーツをつかむ場合、極小サイズではないがもう少し大きいパーツをつかむのに使います。P643S は受けなどの大きくて平たいものをつかむのに使います。そして3つ目、こちらはツインバードの超音波洗浄機です。超音波洗浄機は水中に細かなバブルを発生させて、それが弾ける衝撃を利用して汚れを落とします。これの利点は日々のブラッシングで届かない部分の汚れを落とせること。自分の汗や皮脂汚れのほか、空気中に舞っている塵も時計の隙間に入ってきますが、超音波洗浄機ならきれいに落とせます。皮脂汚れなど油を確実に落とすのであれば、食器用洗剤を数滴水に混ぜてもいいです。洗浄後は水で洗い流してきれいさっぱり。ニッチの場合ヴィンテージ時計を扱うことが多いので、手元に来る時計はだいたい汚れていて、昔はブラシ片手に手洗いしていましたが、超音波洗浄機を買ってからすごい楽になりました。注意点としては、安い洗浄機はただ振動するだけで超音波が出ないものもあってニュースになっていましたので、メーカーの確かなものを買ってください。ニッチの買ったツインバードやシチズンも間違いないと思います。4つ目は宝山の脱磁器 HC33 です。時計って磁気帯していると分解組み立ての時に特にネジがドライバーにくっついてきます。これすごくうざいし集中が途切れるんですよね。だから時計をいじる前にこの脱磁器で磁気を抜いてから作業に入ります。HC33 は出力減衰機構付きなので、磁気帯しているものをこうして脱磁器に置いてボタンを一押し、これだけで脱磁できます。出力減衰機構がついていないものはこうしてボタンを押しつつ磁気帯しているものを遠ざけていく。あとピンセットは磁気帯しないものを使っていますが、ドライバーの一部はそうでないので、磁気帯したらこれを使って脱磁します。
脱字するしないで作業への集中力が違うのでめっちゃおすすめです。そして5つ目はエスプリマのタイムグラファー LU62200 です。タイムグラファーはマイクで機械式時計の音を拾って1日にどのくらい進み遅れが出るのか、時計は元気に動いているのかなどを分析するために使います。このタイムグラファーは中国製でだいたい5万円くらいです。これがなぜ数多く販売されているもっと安い中国製のものより最高かというと、なんたって持ち運びやすいから。折りたたんでしまえてスペースも取らないし、ミニマリストのニッチにとってとても魅力的。測定シグナルも平均化してくれて見やすく、数万円高いだけのクオリティはある。ただ今このモデルは廃盤になっているので、最新バージョンの LU13000 がおすすめです。プロ御用達のウィッチというタイムグラファーもありますが、あれは50万円くらいします。はて、何が違うのって思いますよね。正直日差とか振り角、肩振りを見る分には安物で十分ですが、ウィッチの方はそれだけでなくて、より細かな振動数を測定できたり、細かな仕様のクオリティが高いです。まあ業者でない限り自宅で時計いじりする分には今回紹介したタイムグラファーで十分です。さて、実はまだまだおすすめアイテムがありますが、それは次回以降に紹介できたらと思います。今回紹介したアイテムはこの動画下のところにタグ付けされているのでチェックしてみてくださいね。それではさようなら。